奇妙長来世の中の定めがたきは無常なり。親に先立つありさまに所持の哀れをとどめたり、一つや二つや三つや四つ、遠よりうちの幼子が母の乳房を離れては妻の河原に集まりて、一重積んでは父のため、二重積んでは母のため、三重積んでは西を向き、引き身ほどなる手を合わせ、郷里の兄弟我がためと洗いたわしや幼子は泣き泣き石を運ぶなり。手足は石にすれただれ、指よりいずる血の雫。体を明けに染めなして、父上恋し母恋しと、ただ父母のことばかり。こやつら思った以上に強い。お主も人間の割にはそこそこやるでござる。秘密結社の連中は最近強化されてきてるからな。腰の洗濯板も伊達じゃないってことか。油断するなよ。油断も何もこれで終わりでござる。口寄せの術。いかん、三日月逃げろ。おら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 、俺様はまだ強化されてねえがよ。てめえらを殺すには十分だ。乗せてってやるよ、あの世までな。まずいぞ。このままでは。同国権車輪残波。いやー、パンクしたこの声は。修羅王丸。貴様、そろそろ出てくる頃合いと思っていたぞ、シュラオマル。今度こそジャパニーズポップカルチャーの名にかけて決着をつけるでござる。よかろう。世の目に貴様の運命がどう映るか見てやろう。だがまだまだ。悪いな、あまり構っている時間がない。エルブレイブ、三日月、いけるか。もちろんだ。一気に型をつけてやる。同国権宵闇。ブレイブスラッシうわー、車体に傷が。一旦引くでござる。確かに奴らの力だんだんと強くなってきているようだな。大丈夫か。ああ、なんとかな。しかし久しぶりだな、修羅王丸。貴様、今までどこにいた。おい。急によそよそしゅうなったと思えば、わしらの前から突然消えた。なぜじゃ。冬眠でもしておったのか。違うな、また自分勝手に東北あたりでもほっつき歩いておったのだろああ、確かにそうだ。世は長い旅に出ていた。今もそうだが。う。それで忍び仲間の危機も知らなかったというわけか。何？高丸殿じゃ。肥後の国が大変なことになっておる。今はその復興任務についておるのじゃ。そんなことも知らなかったのか。そうか。肥後の国のことは知っていたし案じていたが、
そうだったか。すまなかった。呆れたものじゃな。どれだけ旅をしても、そういった人の心も優しさもわからないのではな。何が流浪の忍者じゃ。何も学んでおらぬではないか。おい三日月、いいのか追わなくて。代わりに追ってやってくれ。この辺は物騒だからな。積もる話はお預けってことだな。またすぐ会おう。心や優しさか。あったとしてそれで世に何ができたのか。相変わらずネガティブ丸だな、シュラちゃん先生よ。なんだ、聞いていたのか。盗聴とは褒められた趣味とは言えんぞ。それは忍者であるてめえの1000倍特許なんじゃねえのか。まあそんなことはどうでもいい。ここで会うのは久しぶりだな。ああ、そうだな。表掛けようとやらであっちこっち飛び回っていたようだしよ。長旅お疲れさんなこった。ああ、貴様もお疲れ様だな。お疲れ様じゃねえんだ。俺様との約束はどうした。約束。そうか。もう少しでうっかり保護にするところだったぞ。なめやがって。まあいい。俺はあの時お前を生かしてやった。楽しむための何かが始まると期待してな。それがどうだ。てめえはそのスタートラインにさ立とうとしてねえじゃねえか。ふん、まあそうかもしれん。世の中目まぐるしく動いている。俺が求めるのはその動きに合わせた変化だ。変化に適応できなきゃ潰れちまう。お前はまだ変化することにビビってんのか。確かに迷っていないといえば嘘になる。世が行くところを不幸と災い、そして悲しみしかばらまかない。果たして世の存在に本当に意味などあるのか。俺はな、シュラオマル、のんびり立ち止まって進みもしなければ引きもしねえ中途半端なやつに付き合ってられるほど暇じゃねえんだよ。お前がバカみたいに長らく考えてきた悩みなんてのはな、俺は5秒で答え出してんだよ。お前との最後の様子見だ。答えが出るまでじっくり考えさせてやるよ。メイデツジ。はい。それでは今度こそ殺して差し上げますね。はあ、面倒なことばかりだな。まったく不甲斐ねえな。以前より弱くなってませんか？いえ、先ほどの忍者マンたちとの戦いで意外と力を消耗していたのでしょうか。これでは殺しがいもありませんし。やりがいも何もそいつはどうせ死なねえよ。死なないと申しますと？人間じゃねえからな。死なないから殺しようもないんだよ。冬眠はするようだが、まあ陣内では珍しい話でもないけどな。そんな私のせっかくの楽しみが消えてしまったではありませんか。残念です。ふん、何でもお見通しか。ぶっちゃけて言えば分かんねえことばかりだよ。てめえのことはな。まあ不明点が多いのは忍者として正解かもしれねえけどな。そこまで分かっているならば、もう世を相手にする必要もなかろう。ああ、確かにな。もうなんか気を取りしちまった。仕切り直しだ。いやもうどことなりとも行っちまえよ。そうか。
ちょうど胸がうずいていたし、ではお言葉に甘えて消えるとしよう。さすがにちょっと疲れた。しかし確かにシュラオマルさんがおっしゃることも一理ありますね。なぜそこまで彼を気にされるのですか？答えは簡単だよメイドルスジ君。奴は客を持ってる。え？当然俺たちほどではないが、中堅どころとしてはなかなかのいい売り上げを出すんだ。ツイッターも1ヶ月以上もまともにつぶやかなかったりする割にはやっぱり客持ってる。それはそれで我が社のためにはなるという感じですね。その通りだと思うメイドルスジ君。そうでなければわざわざ奴のためにシュラオマル公演なんて歌わないだろう。お客様はこうして目の前に来てくれているわけだ。金のなる木は一本でも大いに越したことはない。なるほど。社長。ちょうどいいところに来たな忍者マン。はい、先ほどはシュラオマルたちを仕留めきれず面目次第もございません。それよりもだ、引き続き奴らから目を離すな。報告も忘れるなよ。よい。しかし社長、どうした？先ほどシュラオマルさんと戦っていて思ったのですが、彼はもしかしたらあのまま消えようと。めんどくせえ詮索はやめとけメイド筋。思うところもあるだろうが、だからこそ今なんだ。行くぞ。はい、かしこまりました。そうか。それは確かに許せない気持ちもわかる。あやつは確かにわしのこの三日月の名付け親じゃ。過去からこの現世に迷い込んだわしにとって兄のような気でもあるのじゃ。ゆえになぜ何も言わずに消えてしまったのかと。もうわしら忍びのことはどうでもよいのかと。どうでもいいなんて思わないと思うぞ。あいつはそうだな。いつも言葉が足りないというか、肝心なことは言わないんだよな。あやつはいつもそうじゃ。ああ。しかし接触を絶ったり黙って旅立ったのもそれなりの理由はあったと思うんだ。こっちの世界はヒーローも多いが邪悪なやつもたくさんいる。あいつなりにこの世界を渡り歩いたからこそかもしれないぞ。じゃがいかなる理由であれ、絆を結んだ者の心が離れるようなことをしては元も子もなかろうに。多分自分でもどうしていいのかわからないんだろうな。不器用すぎるんだ。長く生きてるって言ってる割にはずっと悩んでる。悩んでるタール人だ。真面目に話したわしの時間を返せ。なんだ、ここにいたのか。シュラオーマル、話はいろいろ聞かせてもらったぞ。お兄ちゃんならもっとしっかりしろ。はあ？急に何の話だ？いや、最近の衰えっぷりからいくとお兄ちゃんというよりおじいちゃんだな。まったく、疲れている時にこのノリはさらに疲れるな。イカ頭、何をしに来た？お前も本当に相変わらずだな。しかし余がいたわけでもないのにお前たちがつながっていたことが驚きだぞ。実はいろいろと大人の事情があってな。誤解を招くような言い方をするでない。用心棒を頼まれたのじゃ。さっきの忍者マンとかいう珍妙な名の男にな。暑苦しい敵がいるから一緒に倒してくれと。その敵というのが私だ。ああ、そうか。ならばなおのこと、そんな暑苦しいやつは
絶対に倒さねばな。そうそう、そんなマッスルマンとか言ってる変態みたいなやつはってバカ野郎。まあそういうわけでこの者を倒すべく忍者マンと共に戦ったわけじゃが、途中で何かおかしいと思っての。それで本当に味方すべき相手が分かったのじゃ。そうだったか。何はともあれ皆無事でよかった。ところで久しぶりにここに帰ってきたってことはやはり何かあったのか？ああ、まあな。やはりこの世界はあまりにも不安定だ。それが日に日に強くなっている。負のスパイラルが目に見える形で世界規模でどんどん溢れているのだ。相変わらず貴様は抽象的じゃな。それが福岡に帰ってきたのとどう関係あるんだ？それは世にもわからない。ある意味導かれたのかもしれん。神にでもか？そうではない。世は神も仏も信じない。だがそういった抗えぬ見えざる手のようなものは確かにあるのかもしれん。その災いみたいなものは私たちにも影響があるのか？それはすでにお前たち自身も十分実感しているはずだ。それで世たちにじゃあどうこうできるかということでもない。そんなちっぽけなものではないのだからな。そうか。ならば何かしらの覚悟は必要なのかもな。ああ、だからこそ世はずっと不安定だった己自身を見つめ直したかった。この世界は心が涙するほど美しくもあれば絶望を抱くほどに無情だ。世は自分が何者なのかなんとなく記憶の断片で察しはついている。少なくとも世は人ではないし、今言った記憶とやらも遥か昔の者たちの思いなのか願いなのか、何かが走馬灯のように、あるいは線香花火のように一瞬ちらめいては消えていくのだ。世の中でな。世は空っぽのからくり人形なのだ。世の旅は一つの巡礼だ。わからないことばかりだが、漠然とでもわかること。それはこの巡礼への思いが変わらないということだ。なさねばならない。最近は特に胸がうずく。この先どうなろうとも、無様なことになろうとも、それをなさねばならないのだ。じゃあその旅も今日で終わりだな。お前たちなぜここに？なぜでバカか。ここは泣く子も黙る弊社の拠点、天神ポケットなろうが。また変なのが出てきたぞ。変なのとは失礼ですね。忍者マンさんから報告は受けています。あなたですね。スカウトしたのに裏切った忍者とは。どうやら普通の人間のようですが、最近は忍者が流行っているのでしょうか。しかしまだまだお若いお嬢様がそんな危ないことをしているだなんて、世知辛い世の中ですね。あいつ女なの？弊社もどんどん女の子採用しようと思っていたからちょうどよかった。報告あったから来てみたが、忍者マン低下したぞ。貴様はちょっと黙ってろ。今なんて言ったのかにゃ。貴様らがさっきの珍妙な忍者マンの一味なのは理解した。だが今は取り込み中でな。後にしてくれ。さあメイド羊、俺もいまいちこの状況が飲み込めないんだけどさ、よくわからん小娘にあんなこと言われて、俺怒っていいんだよね。はい、心ゆくまでどうぞ。この草抜けが下手に出てはいい気になりやがって。マジでしばくかめ。だがしかしその前にだ。おい、修羅王丸、まだ用があるのか。
お前は変化を恐れているのと同時に消えゆくことを望んでいるな。ヤバい仮面。だが消えることはできない。ならば選択肢は一つ、変化だ。そこで困りまくってるてめえに無理やりにでもスタートラインに立ってもらうぞ。そこの二人にあの世に行ってもらお己。大事な大事なお友達のピンチともなれば、さすがの修羅王丸さんでも覚悟をお決めになられるかもと思いまして、社長と私が本気を出せばあなた方が勝てるわけがありませんからね。おい、こやつら何を言っておる。少なくとも今までで一番のピンチだろうな。ガタガタうるせえぞチャリそうとも。誰よりもその存在を呪ったのは陽自身だったのだ。誰かが喜んでくれたらそれでいいと思ってた。望んだ思いも虚しい幻想だったのだ。夢中になってワクワクしたものね。何かあればと力を欲したが、皆こんな気持ちだったのだろうか。見放されても見てくれる人もいた。今だってそうじゃない。こうして日没の際の河原を歩くのだ。本当にそう求めるなら今まさに。歩くのは誰のためか。世は私は貴お前を殺す。何が起こっている。どうなっておる。これは極めて危険な空気。叩くなら今。メイド羊。どうした？殺してくれるんじゃなかったのか、ヤギさんよ。お前は修羅王丸なのか？確かめてやるよ。エクサどうした？7年ものの片落ちがお望み通りアップグレードして帰ってきてやったのだ。もっと喜んで迎えてくれてもいいんじゃないのか。このデジャブ。本当に貴様修羅王丸なんだな。くそ。悪態をつかれるとはこれまたご挨拶だな。世をこうした一因は貴様にもあるというのに。修羅王丸でいいんだよな。前以上に威圧感半端ないが、だがさっきのは一体。さあ、亡霊なのかもしれんな。とにかく新しい修羅王丸にパワーアップしたんだ。これで形勢逆転だぞなあ、三日月。ああ。まあそうかもしれんが、今回は一旦お預けだな。うわ修羅王丸、なぜじゃ。修羅王丸、どうしてこんな。言ったはずだ。世はヒーローではないとな。世に慈悲はない。これまでの多くの者たちを、罪人をこの手にかけてきた。罪人たちが相応の報いを受けるのは当然だ。そしていずれは世もな。修羅王丸、
世は一介の忍者に過ぎない。だがそれなりの思いはある。なぜ罪とがもない者たちが残酷で悲惨な思いをし、あるいは死なねばならないのか。あまりに無情なる事件が連日飽きることもなく続いていく。そして罪人もまた犠牲者だ。それを生み出したこの世の因果を、この世界の闇を世は呪っている。憎悪の化身である己の存在もまた罪人だ。だからこそ世は悪人なのだ。だからといって仲間を切るのか。夜なりの意思表示だよ。己の思いは内に秘め、今まで以上に忍びとしての道を行こうではないか。善も悪もこれ以上話すのは野暮でしかないな。もう行け。じき夜も明ける。虚しくないか。どうせ今も心の中ではずっと迷っておるのだろう。今までみたいにの。たとえ修羅王丸が入れ物であったとしても、そこにあまたの者たちの思い出や記憶が入っておって修羅王丸を動かしておるのなら、それはもう立派な魂なのではないのか。三日月、もうやめておけ。決して憎悪だけではないはずじゃ。お主はさっき言ったであろう。昔の人たちの思いや願いがきらめいては消えていくと。それはつまり喜びや楽しさ、祈りのようなものがキラキラと星のように光っている希望だと思う。故に修羅王丸、お主もきっと。もういい、行こう。君の声があの亡霊に届いているかどうか、いずれ分かる時が来るだろ過去から来て戸惑っていたわしに、現世でも生きていけると、そう言った貴様の言葉忘れないからな。世の言葉か。お前の手向けの言葉に対して遺言にしかならなかったな。だがうまいこと奴らを逃がしてやったもんだな。エルブレイブには恨まれるだろうがな。はて、何のことだか。これは今までに味わってきたのとはまた違う狂気をおかげさまで感じることができましたよ。俺もお前も今日はさすがにダメージがでかいな。しかしまったくチートキャラのメイト羊まで簡単に倒しやがって。パワーアップと主人公補正もあるからな。イカの要素は薄れちまったけどな。でこれからどうするつもりなんだ。そうだな。この数年だけでもあらゆる出会いがあった。九州の武者や忍者たち、今は亡き東北の妖魔や古代忍者、未来の武器商人、100円の勇者に秘密結社、最近では関西の謎の組織まで。上げ始めればキリがないが、いろいろ吹っ切れた今、それらを通して世は忍びとして、それこそビジネスライクな生き方も悪くないと考えている。わかりやすいだろう。叱るべきクライアントがいて報酬で動く。まさに本当の仕事人だ。よし、今こそ昔のあの話を実現する時だ。お前弊社と取引しろ。安心しろフライボー。フラフラしているお前にお似合いなぴったりの役職をつけてやるからよ。社長、何を考えてるんですか？まさか彼を雇うおつもりですか？良いのか。世は気まぐれだからな。個人事業主として他のやつとビジネスもするし、そちらを優先することもあるだろう。いつどこで裏切って寝首をかくかもわからんぞ。やれるもんなら肉に書いてみろよ。
それに雇うわけじゃねえ。言ってみりゃ正式にビジネスパートナーになるわけだ。社長、後で面倒なことになってもすべて社長に責任を取っていただきますからね。楽しめる要素を加えるだけだ。お前には弊社のエージェントとして動いてもらうこともあれば、大人の事情でヒーローをやってもらうこともあるだろう。まあ要相談だな。それぞれの依頼ごとに。ネガティブこじらせまくってるお前が何でもすんなり納得するともこっちは思ってねえよ。とにかく決定事項だ。我が社に立ち止まっている時間はない。熱くてやばいからこの辺でサクサク終わりにするぞメイド羊。社長、まあそうおっしゃるのなら私は従うのみです。それでは皆様、株式会社悪の秘密結社は実在する企業でございます。株式会社悪の秘密結社代表取締役社長ヤバい仮面。株式会社悪の秘密結社秘書兼経理部長メイド執事です。いってらっしゃいませご主人様。あの世へ。世は筑前忍び発見衆元締めおよび株式会社悪の秘密結社相談役修羅王丸。世の目に映るは焦土のみだ。この道や誰を思うや巡礼か。